はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。いきなりガチャの子で切ってるシーンですが、まずはジグの製作を始めています。いつもなら切削油を循環させてるとこですが、いきなりポンプ壊れてましたね。ポンプ自体はもう発注入れてるので、もうしばらくしたら到着すると思います。まあそれまでは手で油さしながら切っていきます。材料の切り出しは終わったので、よし、まずジグですね。今回はまあそんなに難しいジグじゃないです。鉄の板材に丸棒を2個溶接したようなジグですね。穴はまあヘッドカバーに合わせて開けていく、ネジ穴を開けていくんですが、その程度ですね。ただまあちょっと寸法が細かいんで、なるべく寸法をきちんと作っていこうと思います。まずは単面を削って所定の寸法に仕上げていきます。けどまあ多少ずれたところで図面画を書き換えてしまうので問題はないと思います。ちっちゃくなっちゃったな、予定より 98.32 0.01 小さくなっちゃったね。まあでもいいや。そして丸棒2本ですね。これを所定の寸法にしてちょっと斜め取ってきます。よし、3.16と。50ミリちょうどうまくいきましたね。あとはこの丸棒と平板を溶接していきます。後で分かったことですが、この丸棒1本でも問題なかったですね。わざわざ2本作ってしまいましたが、あまり意味はなかったです。さて、溶接も終わって面出しというか、まあ定板でちょっと整えたので、あとは穴開けとネジ切りですね。とりあえず穴開けの原点作ります。はい、ジグ完成ですね。これで、この鋳造失敗分ですね。これを使って試作してみます。はい、試作1個目ですね。なんとか完成しました。失敗はいろいろありますが、まあ問題点は全部出たので、これで量産に入っていこうと思います。それでは量産に入っていきますが、まずは作業工程1番、この矢印の天地の部分を切削していきます。
今度はこの横の矢印の部分を切削していきます。次はこの上の部分を切削していくのですが、ここは何回かに分けて切削しないと失敗してしまいます。旋盤もそうですが、できるだけつかみ替えを少なくするのが精度よく仕上げるコツなのかなと思いますね。まあそうは言っても結構な回数つかみ替えをしなくてはいけません。工程1、2と3の途中までという感じです。とりあえずこれで5個全部終わりました。3面仕上げたことによって次からはバイスでつかめるのでセットは楽になりますね。先ほどやった反対側も平らにしていきます。反対もやはりあまり削りすぎないように気をつけます。位置出しが簡単になるようにつっかえ棒を準備しておきますね。こうすることによって原点出しの手間を減らすことができます。ただし精度的には少し落ちますね、このやり方は。今回左右の位置ずれは特に問題とならないのでこのやり方で進められます。重要なのは反対側の面との平行がきちんと出ていることが重要となるので、それだけは気をつけておきます。こんな感じで今回は同じ動作を5回ずつ繰り返していきます。では測定やってきます。ここが基準、ここですね。ここが27に最終的にするので、現状の測定ですね、まずは。28.99 ですかね。28.99 と。29.03 と。29.06。28.96。はい、全部に数字書きました。これは 0.885 ミリの面を削れば OK で、こっちの面は 0.965 ミリ削れば OK ですね。まあこんな感じで全てに書いてあるので、この通り削っていきます。片面削り終わったらひっくり返して反対も削っていきます。これで両面で切ったと。これでぴったりの寸法のはずです。違うかもしれないですけどね。まあでも均等に削れてると思います。今度は最初のは片がいっぺんにやっちゃったので均等にはならなかったんですよね。
と第3工程と第4工程終わりました。これで次第5工程ですね。穴開けです。これもまた時間が結構かかると思います。はい、作業工程で言うと3番4番がさっき終わったので、次5番ですね。穴開けとなります。各部の穴開けとねじ切りですね。まずは原点出し、その後センタードリルで穴開けてきます。中央の大きい丸の部分を原点として、そこから全ての座標に穴開けをしていきます。この作業のことを自分は勝手に HNC、ヒューマンニューメリカルコントロールと呼んでいます。CNC の C、コンピューターの部分が人間に置き換わっただけの作業ですね。20.39 と 9.46、この座標で貫通と。センタードリルの作業が終わったので、次は M3 のタップを立てるための穴開けていきます。これは一番下まで一気に貫通させてしまいます。最初は片側だけ開けて反対側も座標で開けようと思ったんですが、かなりずれるような予感がしたので、もうこのまま開けることにしました。このドリルの部分はリーマンを通すための下穴ですね。今度は M4 のタップを立てるための下穴ですね。そしてタッピングをしていきます。4mm と 3mm、片側6個ですね。この後反対側もやるので、計1個につき12箇所タッピングが必要になります。最後に一番大きい穴を開けていきます。ここは細いドリルから徐々に太くしていくんですよね。一番最後はボーリングバーで所定の寸法にするんですが、そのボーリングバーの撮影の手前ぐらいでどうもカメラ止まっててみたいで撮れてませんでした。作業工程5番は穴開け45箇所、トップ30箇所、結構疲れました。はい、第5工程まで終わったので第6工程、穴開けですね。ここのはい、第6工程完成しました。7工程10工程を、同時にやります。ちょっと順番入れ替わりますね。7工程は
ここを取って四角を作るんですよね。10工程はフィンの部分です。いつも通り原点を作るところから始めていきます。この原点出しの作業が意外と大変になるので、次回設計するときはもっと簡単になるようにしたいですね。で、35ちょうどですね、今、計算上は。はい。はい、35ジャスト。フィンの部分ですが、当初の設計では 2mm だったのをちょっとチキンになって 3mm 幅にしてしまいました。ちょっと 2mm のエンドミルは難しかったんじゃないかと思います。はい、これが第10工程、10工程目ですね。はい、作業工程もだいぶ進んで、あとこの斜め2箇所ですね。ここ2箇所やれば終わりです。長かったですが、なんとか終わりが見えてきましたね。ここで一番最初に作ったジグを使用していきます。なくても作業はできるのですが、あると時短になるので作りました。はい、もうバイスにジグはセットしてあります。なのでこのネジをはめれば OK なんですよね。ここにこんな感じではめれば終わりですね。セットは完了です。この斜めの部分はただの蓋なので、正直そこまで気を使う必要はないですね。もう今の時点で原点も出してあるので、高さだけ調節してあげれば OK です。平らな部分を作り終わったので、工具をドリルチャックに持ち替えて穴開けをしていきます。下穴が開け終わったのでタッピングですね。片側4箇所ずつ、1個のヘッドカバーにつき8個。それが5個あるので合計40箇所のタッピングです。はい、5個全部できましたと。はい、穴も開いてきれいになって、最後にヤスリで仕上げて今回の作業は終わりとなります。最後にサムネ用に仮組みをしていきます。まだシリンダーの仕上げが完全ではないので、ちょっと収まりがまだ悪いですね。次の作業はシリンダーの最終仕上げをしていこうかと思います。
準備にちょっと時間がかかりそうなので、次回の更新はちょっと遅くなってしまうかもしれません。まあ気長に待っていただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。